はい、こんにちは、C グループです。今回のタイトルはですね、親に見せろ、ゲームから学んだ重要なこと9個、プラスアルファ教えてやんよっていうことで、ちょっとなんか釣りみたいなタイトルになったんですけど、今回僕は本当にゲームからいろいろ学んだんですけど、僕が学んだことを今回紹介しようと思います。結構お母さんとかお父さんに、あんたゲームやりすぎやろ、はよやめとか、ゲームは1日1時間までとか、そういう風に決められてたりとか、ゲームに対して悪い印象を持ってる親がいると思うんですよ。で、皆さんはゲームに対してどのような印象がありますか？それぞれ思うことはあると思うんですけど、本気で取り組めば何からでも学べるっていうことを今回話していこうかなって思います。で、僕は FPS っていうシューティングゲーム歴が7年ぐらいなんですけど、初めの5年間っていうのは本当にゲームを楽しもうっていう感じで、強くなるよりも面白いことをしようっていう感じでやってたんですね。だからあんまり強くなかったんですけど、ここ1、2年の間はゲームで強くなろうと思って、本気で強くなろうと思ってゲームしていました。で、そうするとゲーム以外でもこれ重要なんじゃねっていうようなことをゲームからも学ぶことができたんで、今回はそれを話していきたいと思います。じゃあ本編に入っていくんですけど、ゲームから学んだ重要なこと、1個目は真似るっていうことです。真似るっていうと、何を真似るんやって言うと思うんですけど、何か上手くなる上で一番初めにすべきことだと思うんですけど、自分より上手い人、自分よりできる人のやってることを丸々真似るっていうことですね。そうすることで初めはめちゃくちゃ上手くなりました。で、その後真似た後ですね、真似を続けていくと、成長が止まるんですけど、その止まった時に自分に向いたやり方を見つけていくっていう方法が一番いいかなって思います。次ですね、ゲームから学んだ重要なこと。2つ目は、自分のせいにする。悪いところを見つけ改善する重要性。っていうことで、Apex の実況とか解説を見ている方にはわかると思うんですけど、ランクマッチとかで、自分のせいにした方がいいっていう人は、結構いると思うんですよ。自分のせいにした方がいいっていう言い方じゃなくても、味方のせいにしないとか、味方が全て悪いとか、そういう風にしないって言ってることが多いと思うんですけど、その人のせいにしない、自分のせいにするっていうのは何がいいかっていうと、人のせいにしていると自分の改善点が見つからないんですね。自分の改善点が見つからないと自分が成長できない。人のせいにしてると成長はそこで止まってしまうっていうことになるので、自分のせいにする、悪い意味じゃなくていい意味でネガティブになるんじゃなくて、自分の欠点みたいなのを見つけて、それをどんどん改善していくことでどんどん成長できると思っています。はい、次、ゲームから学んだ重要なこと。3つ目は負けること、失敗の重要性ですね。これゲームやってて、対人ゲームとか、難しいゲームとかやっててわかると思うんですけど、負けることっていうのは、悔しいんですけど、そこから学べることっていうのがいっぱいあると思うので、例えば、僕 FPS ばっかりやってるんで FPS で例えるんですけど、立ち回りの話なんですけど、真ん中左右っていうルートがあったとして、右のルートから行っていつも負けてるなっていう時に、その負けパターンに入る時っていうのが大体分かってくるんですね。その負けパターンに入る前に違うルートに変えてみる。その違うルートに変えた時に成功すると、そのルートが強いっていう風に分かってくるので、そういう風にですね、強くなるにはまず負けるところを知って、負けるところをどんどん少なくしていくことで強くなっていくっていうことを学びました。次ですね、ゲームから学んだ重要なこと。4つ目はメンタルの重要性ですね。これも意外に重要なんですよね。結構おろそかにできなくて、僕今 Apex Legends っていうゲームをやってて、ソロでダイヤランク常連ぐらいの強さなんですけど、ダイヤランクになってくると敵の強さと自分の強さっていうのが大体同じぐらいなんですね。マスターの方とかもいるんですけど、大体ダイヤランクの人ってダイヤ底辺の人かマスターに上がれる人かっていう二極化するんですよね。で、そのダイヤランク底辺の人っていうのは大体強さが同じなんですよね。立ち回りもできてるし、打ち合いもできてるけど、自信がない人が多いんですよね。この打ち合いで絶対勝てるっていう自信がなかったりとか、敵がちょっと威圧して前に出てきたら
やばいってなって引いてしまうとか、そういうことがメンタルの重要性っていうところで、敵も自分も同じ能力値ぐらいの中にいるときは、メンタルが安定してて強気になれる人の方が勝っていきます。ネガティブになる人とか、メンタルが弱い人っていうのは、同じ能力値の中でも負けていきます。ということで、メンタルは重要ということをゲームから学びました。次、ゲームから学んだ重要なこと5個目は、判断速度の重要性です。これ FPS っていうのは特にそうなんですけど、判断速度が 0. 何秒、0.5 秒とかもう遅れてしまうと負ける時っていうのが結構あるんですね。また Apex で例えるんですけど、Apex でランクやってる時に、この戦い行こうか行かんかっていうのを迷って結局行ったら負けたみたいな時が多いと思うんですけど、それを迷わずに行ったら大体の確率で勝てるんですね。迷ってるからその敵が体勢を整えて返り討ちに遭うみたいなことが多いんですけど、判断速度をどんどん上げていくことで、その敵が体勢を整える暇もなく攻め込めるので、判断速度の重要性っていうのは結構重要だと思いました。結構これはゲーム以外にも応用できると思うんですけど、何でもそうですけど、仕事を効率化するとかスムーズに何かをやる上で判断速度って重要だと思ってて、判断速度が遅ければだらだら続くし遅くなるし、判断速度が速ければすぐ決めることですぐに次の仕事に移るということもできるんで、判断速度っていうのは重要だと思いました。次、ゲームから学んだこと6個目はですね、空間把握能力の向上です。空間把握能力の向上っていうのは、大体ですね、初めてやる FPS のゲームってミニマップを覚えたりとか、ここに何があるとか、こっから撃てばここに車線通るとか、そういうのを考えるんで、空間把握能力が向上するんですよね。実際に、ゲームの中で空間把握能力が向上できるっていうことは、それを現実世界にも活かせば現実世界の空間把握能力も上がるので、これはゲームから学んだっていうか、ゲームで鍛えた能力の向上だと思います。次、ゲームから学んだこと7個目は、目先のことにとらわれない重要性っていうことですね。これどういうことかっていうと、これはそのままなんですけど、また FPS で例えるんですけど、敵がいるじゃないですか。敵がいて撃てるんですけど、それをじっと待つんですよ。見つけた瞬間に撃つ場面もあるんですけど、その敵がいてもじっとこらえて、敵がフリポジになるまでじっとこらえて、フリポジになった時に敵を撃つ。そうすることで確実に敵を倒すことができるし、自分へのダメージも少なくなります。逆にですね、敵が高台とかにいて自分が下にいるとするじゃないですか。それで敵が、無防備な格好で棒立ちしてますっていう時に、確実に落とせるなら撃ってもいいと思うんですけど、落とせるか落とせないかっていう時に、その敵をパッて見つけた瞬間に撃ってしまうと、100% 負けるんですよね。そういうことで目先のことにとらわれないっていうのは重要だなって思いました。次ですね、ゲームから学んだこと9個目、チームワークの重要性ですね。これはずっと野良でやってる人とかボイスチャットつけてない人っていうのはあんまり分かんないことだと思うんですけど、チームワークを取ることで一人でやってる時とは段違いに強くなるんですね。例えばチームワークができている強さ2の人が3人いるとするじゃないですか。そのチーム対全員強さ3やけど全員野良のチームがいるとするじゃないですか。そうすると強さ3の3人いる方の野良じゃなくて、強さ2のチームワークができているパーティーの方が大体強いんですね。なんでかっていうと、野良の方のチームっていうのは、連携とか報告できないんで 3+3+3 で大体9になるんですけど、チームワークが出来上がってる強さ2のパーティーっていうのは、1人強いのが3人集まった時よりもチームワークを取ることで格段に強くなれる。 2+2+2 は10とか15とか、そうすることで野良だけのチームでは勝てなかった敵がチームワークの取れたパーティーだと勝てるようになったりするので、チームワークが重要っていうことをゲームから学びました。次、ゲームから学んだこと9個目。これは当たり前だと思うんですけど、結構重要なことですね。楽しくなければ思んない。当たり前ですよね。楽しさを見つけることの重要性ですね。何でもそうなんですけど、飽きる時っていうのは絶対やってくると思うんですね。
その時に何が重要かっていうと、飽きたものの楽しさを新しく見つけることが重要だと思うんですね。で、やっぱり飽き性の人って何でも続かないじゃないですか。飽きる人っておもんないって思ったらもうおもんないし、やらないんですよね。だからそこで何やっても続かないし、それ以上上手くなったりしないっていうことがあるんですけど、楽しくない中でも楽しさを見つけることで、その先も続けてやっていけるし、成長していけるということがあると思います。例えばなんですけど、これは仕事でもできると思ってて、初めのうちは結構覚えることとかいっぱいあって、楽しいっていうか、やることがいっぱいあるんで、ちょっとは楽しいじゃないですか。でも、それが慣れてくると、ほぼ作業になってくるんですよね。で、その作業になってくると全然楽しくない。なんで今やってるんやろうと思って飽きてくるっていう感じになると思うんですけど、そういう時にどうやって楽しさを見つけるかっていうと、その作業をどれぐらい早くできるか、どれぐらい効率化できるかっていうのを自分の中でタイムアタック、RTA みたいな感じでしてみたりとか、それとか、その自分がしてる仕事はどういう人に役立って、その人はどう思ってるんやろとか考えると楽しくなってきたりとかするんですよね。だからそういう風に自分なりにそのおもんない中でも楽しさを見つけていくことで継続することができるっていうことを学びましたね。これは僕が FPS やってて学んだことです。僕は他のタイプのゲームはあんまりやらないんで、そこから学べることはわからないんですけど、自分が本気でやりたいことからはいろいろ学べると思います。もし仮にゲームそれ自体から学べないっていうこともあるかもしれませんが、ゲームが何かに興味を持ち始めるきっかけになったりするんですよね。例えばこのゲームはどのように作られているとかからプログラミングとか、このデザインいいなっていうことでデザイン関係の仕事をしてみたいなとか、ゲーム内の音声を英語にしてみようっていうことで英語を学んだりとか、いろいろできると思うんですね。実際に僕もゲームから英語も少し勉強してるし、動画編集、カメラにも興味を持ちました。で、そこからゲームで学んだ知識や技術を動画編集とかカメラにも応用して使っています。だから、お父さんお母さんに FPS やるなとか、ゲームは悪影響しか与えないって言われてる人がいたら、この動画を見せてあげましょう。僕が言いたいことはゲーム自体が悪なんじゃなくて、ゲームをやってる人がどういう風に捉えるかっていうのが一番重要だと思っています。だからどんなことでも教材になるし、それ自体が教材にならなかったとしても、そこから興味を持つものっていうのがいろいろあるので、全て禁止させるっていうのではなくて、とりあえずやりたいものはやってみるといいと思います。ということで今回はゲームから学んだ重要なこと9個プラスアルファを紹介しました。1ミリでも参考になったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。